今回の動画ではサイドストーリー、追う蝶の下と同時期に実装されるオペレーター。彼らが武器で私を傷つけるとき、何を感じるのかしら。補助オペレーター、ラクシンスカジの紹介及び概説を行っていきます。ドクター、あなたを待っていたの。ずっと長い間。どうしてここであなたを待っていたか忘れてしまうくらい。でもそんなことどうでもいいの。もうどうでもよくなったの。ラクシンスカジはスカジでありスカジでない存在。今後あり得るかもしれないイフの世界のスカジの姿となっています。この姿のスカジは現在のロドスでのスカジとは異なり、海との対決姿勢は示さず、むしろ海との同調や協和を目的とし、ドクターに対してもそれらを求めてきます。テラにおいての海の地上への侵攻は、社会、歴史、科学といったおおよその文明を破壊するものに等しいため、この姿のスカジの行動はおおよそ受け入れられるものではありません。イフの世界ではなぜこのような姿にスカジはなってしまったのか。これはアビサルとカイシの関係性にあり、アビサルハンターたちはその力の性質上、どうあがこうが最終的にカイシとなってしまいます。つまり、スカジは海の眷属こそがエーギルをこのような状況にしてしまった要因と考え、彼らの神を殺すことによって眷属を殲滅しようと目論んでいましたが、実際のところは同族殺しをしていただけに過ぎず、この事実に対してスカジの精神はひどく反応し不安定となり、スカジのセリフを聞く限りではロドスアイランドはすでに壊滅し、ドクター以外のオペレーターたち全員は生死不明状態となっているため、ロドスアイランドという場所を心の拠り所にしてかろうじて繋がっていたスカジの精神はカイシに侵食されてしまい、この姿になってしまったものと推測されます。そのため、この姿のスカジはロドス唯一の生き残りと思われるドクターに対して強く依存しており、自身と同じ存在へと引き込もうとしているのでしょう。そのため、この姿のスカジはアビサルハンターとしての姿のスカジではなく、カイシ、またはそれに近しい存在の姿のスカジとなっています。果たして本来のスカジの精神が残っているのかすらも怪しいところではありますが、海ではスカジたちアビサルハンターたちの身体状況を見る限りでは確かにオリパシーという地上ではびこる病は存在しません。しかしオリパシーとは異なり、カイシという不治の病に近い存在が海でははびこっており、問題という点では海の方がはるかに厄介な状態になっていると言えます。カイシの主な活動領域は現在は海に限定されているため、地上では大きな被害は出ていませんが、カイシは非常に効率的に進化をたどる生物なので、地上も他人事ではありません。もしかするとこのスカジがいる世界はロドスというオリパシーの治療機関がなくなり、地上ではオリパシーとカイシがはびこるという終末的な世界となっているのかもしれません。いずれにせよ、現状の地上の科学ではカイシに太刀打ちすることはできないため、現在はアビサルハンターたちが何とかしのいではくれていますが、とても楽観視できる状況ではないと言えます。しかし、地上は海のことをあまりにも知らなさすぎるため、対策することはできないどころか、その脅威が来ていることすらも知らないでしょう。リベリアを除いては、ラクシンスカジのモチーフに関しては、現時点でも確たるものは存在しませんが、可能性として挙げられているものとしては、リバイアさんがあります。リバイアさんは、アビサルのモチーフになっていると思われるクトゥルフ神話でも、すべてのサメの父という化身が、リバイアさんの可能性があるという形で登場しており、すべてのサメの父は、まるで幽霊のように白く、周囲の海は輝いているようにも見えます。そして、すべてのサメの父は、深き者たちに崇拝されており、深き者たちは彼らの存在が脅かされた時に全てのサメの父を呼び出すことができますが、全てのサメの父は常に激怒し狂乱しており、目の前のものを全て貪り尽くしてしまうという制御不能な存在となっているため、あくまでも最終手段という扱いのようです。またもう一つの説としては、実在していた生物であるリビアタン・メルビレイがモチーフになっているのではないかとも推測されています。
リビアタンメルビレイは1200から1300万年前に生息していた生物で、全長は13.5から17.5メートルと推測され、当時はメガロドンと共に海の頂点捕食者だったとされています。食性が肉食だったということや、歯が非常に大きかったため、クジラなどは捕食していたのではないかとされており、最低でもホホジロザメは全く歯が立たなかっただろうとのこと。ちなみに、リビアタンメルビレイという名前から感づいた方もいるかもしれませんが、リビアタンメルビレイという名前は、この生物の様がモビーディックという小説、白鯨に登場する巨大な白いマッコウクジラに似ていたことから、作者の名前であるハーマン・メルビルに敬意を表する意味も込めて付けられました。なお、白鯨とアークナイツのストーリーには通ずる部分がかなりあるので、人を選ぶ記書の部類にはなりますが、気になった方はかじってみるのもいいかもしれません。私の剣は腐り落ちて、かつての猟友たちもいなくなった。体を流れるのはもう血液じゃなくなったけど、それでも私は満たされてるわ。だって海と一つになったんだから。ね、私と行きましょう。あなたの本当の姿が波の奥深くで待っているわ。ダクシンスカジは空と同じく、自身は一切攻撃を行わず、味方の強化を中心とした性能の補助オペレーターとなっていますが、空とは異なり、敵に対してダメージを与える手段を持ち、さらにはダメージの肩代わりもできるなど、より多岐にわたる運用が可能となっています。配置コストやブロック数などの基本ステータスは同じタイプである空と比べると、レアリティの関係上、配置コストは増加していますが、それ以外の数値に一切変わりはなく、基本的な性能は支援補助に準拠したものになっていると言えます。特性効果に関しても空のものと同じものになっており、この点でも特筆すべき点はありません。なお、ダクシンスカジの実装に伴い、空のスキル2の攻撃力上昇の効果はコブという強化ジャンルとなりました。支援補助は特性効果によってコブ効果を受けないようになっているので、ダクシンスカジは空のスキル2による攻撃力上昇効果は受けず、空もダクシンスカジのスキルによるコブ効果を受けることはありません。HP や攻撃力などのステータスは空と比べると、実耐性を除くすべてのステータスがダクシンスカジの方が上となっており、ステータスに関して言えば空の完全上位互換となっています。他の補助オペレーターと比べると攻撃力はかなり低くなっている一方で、HP と防御力はやや高めとなっており、全体的に耐久面に性能が寄っています。空も同じく耐久面によった性能となっているので、支援補助はこのようなステータスがスタンダードとなるのでしょう。素質1、バンコの血族は、ステージ上に開始と呼ばれる召喚物を召喚することができる素質で、開始は最大25秒間ステージに配置することができ、開始の攻撃範囲はダクシンスカジの攻撃範囲とみなされます。開始のステータスは上記の通りで、ステータスの数値からわかるかと思いますが、開始は攻撃することはなく、攻撃されることもありません。召喚物の挙動としては、サイレンスのドローンやシャマレのモルテと全く同じものとなっています。開始はステージ上のオペレーターを配置できることができるマスならば、どこにでも配置することができ、開始の攻撃範囲、つまり開始の周囲8マスはダクシンスカジの攻撃範囲とみなされるので、この周囲8マスはダクシンスカジの特性や素質、スキルの対象範囲となります。その点で言えば、シャマレのモルテがかなり近いものと言えるかもしれません。この素質の効果によって、ダクシンスカジの汎用性はぐんと上がっており、基本的にはどこにでもバフやダメージなどをばらまくことが可能となっています。素質、捕食本能は、ダクシンスカジか開始の攻撃範囲内にオペレーターがいる場合、自身の攻撃力を上昇させ、対象となるオペレーターが1体でもアビサル所属オペレーターなのであれば、攻撃力の上昇量をさらに増加させるという素質。条件こそありますが、ダクシンスカジの運用方法上、オペレーターが間違いなくダクシンスカジの攻撃範囲にいることになるので、基本的には永続バフと捉えてしまっても構いません。そして、グレイディやスペクター、アンドレアナのどれか一人でも、ダクシンスカジか開始の攻撃範囲にいる場合、ダクシンスカジの攻撃力はさらに上昇することとなるので、間接的に他のオペレーターの強化にもつながります。
ダクシンスカジは残念ながらアビサル所属オペレーターではないので、グレイディアの素質によるリジェネ効果を受けることはありませんが、ダクシンスカジは HP の最大値の割にはかなり強力なリジェネ効果を所持しているので、特に問題になることもないでしょう。むしろ、グレイディア、ダクシンスカジ、スペクター、アンドレアナで編成を組むことで、スペクターはさらに強力なオペレーターとなります。なお、アビサルオペレーターの配置によってダクシンスカジの攻撃力が上昇した場合は、このように目から赤いラインが出現するようになっているため、攻撃力がさらに上昇しているかが一目でわかるようになっています。そして、ダクシンスカジの通常時の HP 回復量は上記の通りとなっており、ダクシンスカジは攻撃力が空と比べて高めとなっているため、その分回復量も高めとなっています。さすがに通常時では凄まじい回復量というわけではありませんが、じわじわ効いてくる回復量にはなっているので、侮ることはできません。なお、ダクシンスカジの回復も例に漏れず、リジェネ扱いとなっているので、マドロックといった回復負荷のオペレーターも回復することが可能です。ダクシンスカジの潜在強化による強化内容は、コスト-1、再配置時間-6秒、攻撃力+27、素質に効果強化、コスト-1となっており、目玉となる強化は、潜在4段階目の攻撃力+27、5段階目の素質に効果強化となります。どちらも間接的に毎秒回復量とスキル発動中、味方の攻撃力を強化するものとなっているので、ダクシンスカジを本格的に運用したい場合は、ぜひとも潜在4段階目、可能な限り5段階目を目指すことをお勧めします。ただ、ダクシンスカジは潜在1段階目でも十分強力なオペレーターなので、絶対に潜在4段階目や5段階目にしなければならないということはありません。このあたりはお財布との相談です。スキル1、ビル同期の銀は、スキル発動後、即座に HP が全回復し、HP の最大値が大幅に上昇、特性による回復効果が大きく強化され、ダクシンスカジの攻撃範囲内にいる味方がダメージを受けた際、そのダメージの半分をダクシンスカジが肩代わりするようになるスキル。つまり、味方が500のダメージを受けた場合は、その攻撃を受けた味方には250のダメージしか発生しない代わりに、ダクシンスカジにも250のダメージが発生します。一見すると、ダクシンスカジがすぐにやられてしまいそうなスキルとなっていますが、このスキルが発動している間のダクシンスカジの HP は最大で4000を超えるようになり、なおかつ凄まじい速度で HP が回復していくため、そうそう倒されることはありません。ただ、肩代わりの対象となるオペレーターは攻撃範囲内全てとなっているので、複数のオペレーターが同時に攻撃されるような状況、例えば範囲攻撃をまとめて受けるような場面だと、ダクシンスカジには攻撃を受けたオペレーターの数だけダメージが降りかかってくるので、他のオペレーターのダメージは少なく済んでも、ダクシンスカジには大ダメージとなってしまい、一発で撤退まで追い込まれてしまうことがあるので、注意が必要です。また、肩代わりしてくれるのはあくまでもダメージとなっているため、スルトのスキル3のような HP の減少系は肩代わりすることはできません。もっとも、スルトのスキル3の HP 減少を肩代わりできた場合、ダクシンスカジも撤退することになってしまうでしょうが、スキル1の特性による回復量と他のオペレーターのスキルによる回復量を比較した表が上記の通りとなっており、スキル1発動中の HP 回復量は範囲量にも負けず劣らずどころか、ほとんどの範囲量以上の回復量があることがわかります。それどころか範囲量はブリースのスキル2を除いて最大で3体までしか回復できないにもかかわらず、ダクシンスカジは自身の攻撃範囲と開始の攻撃範囲の合計数は20マスとなっており、理論上は自身を含めて最大21体のオペレーターに範囲量並みの回復量を持つリジェネを付与できるため、攻撃範囲内のオペレーターの数が多ければ多いほど回復量が凄まじいこととなります。その分、ダクシンスカジが撃退されてしまう可能性も上がりますし、そこまでオペレーターを配置も編成もできないので、あくまでも机上の空論にはなりますが、このスキルと特に相性がいいのが、マドロックやヘラグなどの回復対象にならないオペレーターたちであり、先述したようにリジェネ効果は自己回復型のオペレーターも回復対象となるため、このスキルが発動している間は、凄まじい速度で HP が回復していく上に、ダクシンスカジがダメージを半分肩代わりしてくれるので、とてつもない耐久力を持ったオペレーターが出来上がります。
スキル2をセットしたマドロックに至っては、濁心スカジもマドロックもスキルが特化3かつ、レベルが最大だった場合、9秒に1回シールドが割れることによって、毎回900弱の HP が回復し、スキル2が発動するごとに HP が266回復。ここからさらに濁心スカジのスキルによって、HP が毎秒354ずつ回復することになるので、ほとんどの敵ユニットにとっては難攻不落というレベルです。また、リジェネ効果によって味方の過剰な回復を防止できるということから、医療オペレーターとの相性も良くなっているため、このスキルはステージを選ぶことがありますが、基本的には相手を選ぶということはありません。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、7または回復量が大きく上昇していく特化1、特化3にすることをお勧めします。スキル2、同窓無効の願いは配置後、一定時間経過で自動で発動し、配置中は常にスキル効果が継続する永続スキルとなっています。スキル発動中は攻撃範囲内のすべての味方に濁心スカジの攻撃力と防御力が一定数加算され、さらに特性によるリジェネの効果が強化されます。非常に単純明快なスキルとなっており、濁心スカジを配置した後は放っておくだけで一定時間後に攻撃力と防御力とリジェネ効果が強化されるため、最もお手軽なスキルと言っても過言ではありません。特に戦闘が長時間化しやすい高難易度や殲滅作戦においては、単純にオペレーターの戦闘能力が強化されることとなるので、結果的には濁心スカジがいるのといないのとでは安定性が大きく変化する場合があります。スキル発動すらも自動に任せてしまう殲滅作戦の半自動化といった場面では、特に影響は顕著となります。その影響が特にわかりやすいのがソーンズやブレイズであり、これらのオペレーターは永続スキルということから、単純計算で総火力が 10% 以上上昇することとなるため、目に見えて殲滅速度が変わります。おまけに防御力とリジェネ効果も強化されるので、ステージによっては濁心スカジとソーンズ、またはブレイズだけで十分になるというほど、スキル1やスキル3と比べるとやや地味ではありますが、個人的には特に高レアでパパッとクリアしたい時には最も愛用しているスキルです。なお、このスキルによる攻撃力と防御力の上昇量は上記の通りとなっており、さすがに空のスキル2ほど攻撃力が上昇するということはありませんが、こちらは防御力とリジェネ効果の上昇に加えて永続効果というアドバンテージがあります。逆に瞬間火力が欲しいのであれば、空のスキル2の方がおすすめとなります。スキル2による火力の上昇量を他の火力上昇系スキルと比較した表が上記の通りとなっており、今回は継続スキルの中では最も使用されていると思われるソーンズのスキル3を2段階目発動の状態を180秒間継続させ、その間各火力強化スキルを最速で回した場合、総ダメージがどれほどのものになるかを示したものとなります。上記の表を見てわかる通り、濁心スカジのスキルには強化時の攻撃力はそれほどではないものの、総ダメージという点においては R のスキル3に並ぶ数値となっています。そのため、ダメージ量を極めたいのであれば R を選ぶのが最適解となるのですが、R はご存知の通り、かなり癖のあるオペレーターとなっていますし、スキルを最速で回すことでの総ダメージとなっているので、実際の運用では総ダメージ量は下がることになります。一方の濁心スカジは攻撃力強化に加えて、防御力強化にリジェネも付与され、継続スキルなので攻撃力が上下するということもなく、総ダメージが変化するということもありません。つまるところ、最大火力は他のスキルに引けを取りますが、高いレベルで安定性を獲得しているのがこのスキルというわけです。そして、スキル発動中のリジェネによる回復量は上記の通り、範囲量並みの回復量というわけではありませんが、それなりの回復量はあるので、殲滅作戦などでは重宝してくれるはずです。スキルには飛び抜けた強化を味方にばらまくというわけではありませんが、効果の対象は攻撃範囲内すべてのオペレーターに及び、完全放置で攻撃力、防御力、HP 回復と手広くサポートをしてくれるスキルとなっています。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、上昇率として見るのであれば、特化1から3のどれかをお勧めし、個人的には特化3まで強化することを強くお勧めします。スキル3、栄養塩湖は、スキル発動中、濁心スカジの特性が、毎秒自身の HP を 5% 減少に変化。
自身と開始の攻撃範囲内にいる全ての敵ユニットは、毎秒奪神スカジの攻撃力の一定割合の確定ダメージを受け、さらに同じく攻撃範囲内にいる全ての味方オペレーターは、奪神スカジの攻撃力の一定割合が攻撃力に加算されるというスキル。なお、攻撃力の強化はコブ効果となっているため、自身と空に効果が付与されることはありません。スキルの性質としては、空のスキルにファイトソングと、敵ユニットにはなりますが、パトリオットの再生姿勢と撃滅姿勢の際に発生する。パトリオットの周囲にいる味方オペレーターに確定ダメージを発生させる特殊能力に近いものとなっています。このスキルによるダメージは、奪神スカジの攻撃力がそれほどではないのに加えて、ダメージが奪神スカジの攻撃力の割合ダメージとなっているので、凄まじいダメージを相手に与えるというものではありません。しかし、確定ダメージになっているということから、攻撃範囲内の敵は防御力や術耐性がどれだけ高くても、敵が攻撃範囲内から出ていかなければ、一定のダメージは必ず与えられるため、出現後、しばらくはその場から移動しないような、盾兵のような敵には動き出す前からダメージを与えることが可能です。また、戦術したように開始は、オペレーターが配置できるマスであればどこでも配置できるため、遠方からちまちまと横槍を入れてくる砲兵といった敵の真横に開始を配置し、スキルを発動させることで先に手を打っておくということもできます。そして、奪神スカジと開始の攻撃範囲が重複するマスについては、攻撃力強化の効果は重複することはありませんが、確定ダメージは重複することになるため、厄介な敵にダメージを集中させたいという場合は、攻撃範囲を重複させることで、重複させない時の2倍のダメージを与えることができます。逆に、大量の敵にまんべんなくダメージを与えたいという場合には、攻撃範囲を重複させずに配置することで、非常に広いダメージ範囲を展開することも可能です。なお、このスキルを発動させる際には、医療オペレーターなどで奪神スカジの HP を回復してあげなければ、毎秒 5%×20 秒の HP 減少、つまり HP が全て消費されることとなり、スキル発動を1回で自滅してしまうことになるので注意が必要です。スキル3の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、敵3体を同時に攻撃範囲に収めた DPS が800程度となっていることからもわかるように、火力自体はそれほど高いものではありません。というよりもこのスキルで他のオペレーターの物理攻撃や術攻撃よりも、このスキルの確定ダメージの方が総ダメージを出せるという場面はあまり多くはなく、そういった意味でもこのスキルは火力スキルではなく、味方が攻撃している敵ユニットをより迅速に処理できるように補佐したり、エリートエネミーの周りに群がる雑魚敵を処理する梅雨払いなスキルと言えます。ただ、全く火力がないというわけではなく、上記の表はダメージが重複していない状態でのものとなっており、開始と奪神スカジの攻撃範囲を重複させることで、総ダメージなどは2倍となります。なので、メイン火力にはなりませんがスキル発動中は、雑魚敵の処理はほぼ一任することが可能です。そして、このスキルのもう一つの効果である、味方オペレーターへの攻撃力加算は、端的に言うと攻撃回数が多ければ多いほど、効果が顕著に現れることとなります。つまり、エクシアやアッシュといった単体狙撃、エイヤフィアトラのイラプションなどは、スキルを同時に発動させることで、凄まじい火力を得ることとなります。スキル3と該当するオペレーターがスキルを同時に発動させた場合の火力が上記の通りで、どれも軒並み凄まじい火力となっており、アッシュは単体相手なのにもかかわらず、DPS は13000弱まで上昇。エイヤフィアトラに至っては、6体同時であれば DPS は26000を超えています。やはり、この中で最も強烈なのはアッシュであり、このスキルダメージを SP ブーストなしで発動時間を含めて55秒ごとに出せてしまうので、凄まじいとしか言いようがありません。さらにはアッシュはスキルを途中で止めることができるため、55秒の間に奪神スカジの強化なしでスキルを1回挟むことが可能なので、奪神スカジのスキルを待つ必要がなく、全体的なダメージが減少するということもありません。そのため、アッシュと奪神スカジは非常に相性が良いコンビと言えます。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、性能の上昇率としては特化1から3を、可能であれば特化3にすることをお勧めします。奪神スカジの基地スキルは、どちらも訓練所に関するものとなっており、一つ目の基地スキルは訓練所に協力者として配置した際、
対象のオペレーターが補助オペレーターなのであれば、訓練速度をプラス 30% し、濁心スカジが昇進2なのであれば、特化するスキルのレベルが3なら、訓練速度をさらにプラス 65% するという効果。もう一つの基地スキルは特化するレベルが3なのであれば、濁心スカジの体力消費を1時間あたりプラス1するものとなっています。気づいた方もいるかもしれませんが、スキル効果としてはダブルの基地スキルの補助版となっており、効率も全く同じものとなっています。ただ、ダブルと異なる点は、現状、補助オペレーターはそれほど特化を求められてはいないので、現時点で特に補助オペレーターの特化を予定していないのであれば、基地スキル目的で特化をする必要はないでしょう。それでは、実際に濁心スカジを使用していきます。今回使用するステージは H5 の4。濁心スカジのステータスは、昇進2のレベル70、スキル3の特化3となります。きっと大丈夫だから。すぐに片付ける。アーツユニットチャージ中。わあ、本気で行くよ。前に進むぞ。開始はサイレンスのドローンのように自由に配置することができ、敵の攻撃対象にもダメージ対象にもなることはありません。そして開始の攻撃範囲は濁心スカジの攻撃範囲とみなされているため、開始の攻撃範囲内にいる敵も空中だろうと例外なくダメージを受けています。また、攻撃範囲内にいるオペレーターは全員攻撃力が濁心スカジの攻撃力分加算されるため、チェンは攻撃力が500近く上昇し、1100を突破しています。わあ、ちゃんと何を言ってんの。誰一人通すものか。いつでも行ける。怖がらない同胞たち。すぐに着くから。いつでも行ける。開始の配置の柔軟性を利用することで、このように砲兵を遠方で仕留めることも可能です。いつでも行ける。なめるなよ。諦めるな。慌てないで。こちらチェン。諦めるな。慌てなく知りたい。今何を感じてるのかな。この程度で止まると思うな。こちらチェン。武器を下ろせ。防御力が高い厄介な敵や敵の数が多い場合も、開始を重複させるように配置することで迅速に敵の HP を削っていくことができます。凝固しろ。いつでも行ける。
凝固しろ。僕の番。もう警告はしたからね。凝固しろ。何がしたいの？何がしたいの？空気の陸地乾きすぎる。凝固しろ。この程度で止まると思うの？何が空気の陸地乾きすぎる。この程度で止まると思うな。目の前で仲間が傷つけられることだけは我慢ならない。ダクシンスカジは支援補助としてはかなり優秀な性能を持ったオペレーターで、配置コストも低く、外視という召喚物によって攻撃範以外にもバフなどを付与できるため、汎用性が高く扱いやすくなっています。スキルはそれぞれで特徴が大きく異なっており、スキル1は味方の耐久力の大幅な強化、スキル2はオペレーターの永続的な性能強化、スキル3は敵に対しての確定ダメージとオペレーターの攻撃力を大幅に強化するものとなっており、どれも強力なスキルとなっているので、可能であれば全て特化しておくといいでしょう。仮にどれか一つという場合は、個人的にはスキル2の出番が圧倒的に多くなっているので、スキル2を特化することをお勧めします。いずれにせよ、かなり優秀な性能となっているので、ぜひとも入手しておきたいところです。以上で、ダクシンスカジの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。あなたの仲間ケルシーとアーミアはあなたのことを最後まで信じていいなんて言っていたけど、結局他人を救える人なんていないわ。私は自分の領有を救えなかったし、あなたも彼女たちを救えなかった。私たちは全てを失ったのに、私だけが新しい命と未来を手に入れた。そんなのあなたには不公平よ。